この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は最強のイラスト上達法ということで、僕は常々基礎は後でいいんだよ。とにかくイラストを描きまくって、必要性を感じた時に後で基礎をやればいいんだよとお伝えしてきましたよね。そのスタンスは今でも全然変わらないんですが、そういうことを言い続けた結果、コメントでもね、もう斉藤さん、そうは言っても基礎って大事なんでしょという声も多く見受けられるようになりました。それに基礎的なことを知ることで、イラストのパワーに変換できる部分も確かに多いと思います。なので今回はですね、これができれば全ての絵に応用できて、自分の絵の世界を広げられるようになる基礎、その基礎を踏まえた上で、どのように絵の上達につなげていけばいいのかお伝えしていければと思います。でね、もったいぶらずに先に言っちゃいますが、絵をめっちゃ上達させることができる基礎って何かというと、すごく簡単なことです。それは、見たままを絵に描き写せるようにするという基礎能力です。いきなり難しそうじゃんって思ったかもしれませんが、それ完全に間違ってますよ。一見難しそうに聞こえるんですが、実はですね、この練習法はうまく描けない人にとって大きなメリットがあるんです。それに実は上達につなげるためのあるコツがあるんですね。それにこれさえできれば、絵のネタを仕入れる際に二次元の絵からだけではなく、あらゆるものを自分の絵として描き起こす能力が身につきますので、非常に役立つ基礎能力なんです。ちょっと私にはハードル高そう、難しそうなんて思った人、大丈夫。そんなあなたにこそ非常に効果的な練習法だと思いますので、ぜひこの動画最後まで見ていただけると非常に役に立つと思います。ではですね、早速始めていきます。今回はこの僕の写真を使って解説していきたいと思います。本当はですね、目の前にモデルを置いて、その人を描く方がこの能力は身につくと思いますので、試しにこの写真でやってみた後は、実際に自分の目の前にあるものや風景、動物、動物はちょっと動くから難しいんですが、人物とか、あとは家族で寝ている人の姿とか描いてみてほしいです。もちろんね、今回と同じように写真でも全然いいですが、実際の風景を参考にできた方がよりこの能力は高まりますので、そこはあらかじめ知っておいてくださいね。それと今回使用するのは Photoshop というソフトで、こんな感じの鉛筆っぽいブラシを使っていきます。あらかじめ入っている鉛筆ブラシを使ってもいいですし、僕のピクシブファンボックスで無料でお配りしておりますので、よろしければそちらを使ってみてくださいね。一応この写真もお配りしますね。それでは早速やっていきましょう。一部ではなく全体を見る。では早速描いていきましょう。まず大事なのは、今から描くモチーフと実際に描く画面をできるだけ近くに置くってことです。パソコン画面だったらすぐ横に写真を置きますし、目の前のモデルさんを描く時だったらスケッチブックとモデルさんを交互に見比べやすい配置を意識してください。これはなぜかっていうと、描いている絵と見ているモチーフ、これをめちゃくちゃ何度も見比べながら絵を描いていくからです。よくですね、絵を本格的に描いている人がイーゼルを使って絵を立てかけて描いていますよね。あれってなんであんな風にして描いているかっていうと、一つは絵とモチーフが最も見比べやすい配置にできるからなんです。そしてね、もう動画を開始して最初にもうこの練習法の最大のコツ、上達のポイントをお伝えしてしまうんですが、今回のこの練習は描く練習じゃありません。ちょっとびっくりしましたよね。じゃあ何の練習なのか。それはですね、描くという行為を通して見る練習をするんだと思ってください。いや、もうね、このさえ描くということはもうどうでもいいです。どうでもいい。それよりも目ん玉ひんむいて画面に穴が開くくらい見てくださいね。このポイントを押さえて練習すれば、今回の練習の目的は達成されたも同然です。そしてそのぐらい今描こうとしている写真、あるいはモデルを今まであなたが経験したことないぐらいじっ
くり観察してください。書き方としては、まず最初はうっすら書いていくことがポイントです。画面を決してアップにはしないで、モチーフと絵を交互に見比べながら、最初はですね、あえて目をちょっと薄めて、ぼんやりと眺めるような感じで、遠巻きに見た印象だけを合わせていく。そんな感じでうっすらと画面に書いていきます。間違ってもね、顔とか書きやすい部分から順番に丁寧に細部を書いていかないことです。この段階では全体をぼんやりと眺めながら大きなバランスを整えていくこと。これに全神経を傾けてください。ここでのコツはですね、一箇所だけをじっくり見ないことです。刀の部分を書いたら次は腰回りを。腰回りを書いたら次は顔回りを。という風に離れた部分を少しずつ書いていくことです。そしてその過程で離れた部分の位置関係や大きさをよく見比べて違いを発見してください。例えば刀の柄を持っている手と鞘を持っている手の位置関係はこれで合っているのか、サイズ関係は合っているのか、そしてその2点と向かって左肩の位置関係は合っているのか、それらをつないだ三角形の形の印象は合っているのか、こういうことに気を配りながら位置関係や大きさを整えていき、印象を合わせていくのがこの段階の練習です。どうしてもね、絵を描いていると細部をしっかりと書き込んでいることばかりがイラストのクオリティを上げていく方法だと思われがちなんですが、このバランスを整えていく能力は目にはあまり見えないんだけど、イラストの底力を全体的にググッと上げてくれる能力です。慣れていないとね、この段階のバランスを整える作業は結構じれったく感じるかもしれませんが、意識してモチーフを観察してみるとバランスの違いに徐々に敏感になっていき、見る能力が飛躍的に向上していきますのでやってみてください。この能力が高まるとですね、なんと細部をあまり書き込まなくても絵の見た目をググッと引き上げられるので、実はですね、デフォルメの絵にはものすごく効果的な練習法なんです。さあ、大方バランスを整え終えたら次の段階に入っていきます。線ではなく色の濃淡を見る。次の段階は陰影の印象を合わせていく段階です。陰影、つまり黒と白の濃淡の印象ですね。皆さん、絵って普通どんな風に描いていきますか？おそらくアニメや漫画の絵に慣れ親しんだ方であれば特にキャラクターの輪郭をスーッと描いていくような描き方をすると思います。もちろんね、その描き方は間違いではないんですが、今回の見る基礎能力を上げる練習法では絵を線とは捉えることはしません。線ではなく白と黒の濃淡や影の形で捉えていきます。モチーフをよーく見て色が濃くなっている影の部分がありますよね。その部分を自分が見た通りに鉛筆で影を描いていって暗くしていってください。袖口の影、刀の影、その刀を持つ手に落ちている影、着物のシワの影、いろんな部分に影が落ちていますよね。その影の形をよく観察して線ではなく影の部分を鉛筆を使って濃く暗くしていってください。厳密には線は描かないって言っても描いている途中に線のようなタッチを走らせる瞬間が何度もあると思います。ですがその時も僕は今線を描いているのではない。細い影を描いているんだという意識を持って描いてくださいね。すべては影。影の形を絵に描き起こしているんです。今はね、もう輪郭線っていうものはないんだと強く意識してモチーフを見てくださいね。また、この段階でちょっとおしゃれに絵に演出を加えたい場合には、画面の手前に来るような部分。例えばね、この場合だと、日本刀の柄の部分と、それを持っている手の部分ですね。この部分により暗い黒を乗せることで、より手前にあることを強調できるので、奥の薄い黒と差別化して遠近感を表現することができます。余裕がある人はね、そういうテクニックを織り交ぜながら絵を作っていっても面白いかもしれません。それと今回のポイントも、やはり全体をまんべんなく進めていくことです。刀を描いたら腰の部分、腰を描いたら袖の部分という風に、一部だけを集中的に仕上げるようなことは避けてください。もちろんそういう描き方もありますが、今回は全体のバランスを見る練習であって、描く練習ではないんだと強く意識して
してくださいね。大切なことなので何度も言いますね。今回の練習法はうまく書くことが目的ではありません。よーく観察すること、そして微妙な変化を認識するための練習です。ここまでね、実際に書いてみた皆さんは多分ね、少しびっくりしていると思うんですよ。というのは、ただ動画を見ただけの時には気づかなかった部分を実際に絵を描き進めている段階になって初めて、この部分の影、最初は同じ色に見えてたけど、上の部分と下の部分でちょっとだけ色が違っているとか、顔は全部明るい面だと思っていたけど、こうして影を観察してみると、向かって右側は全体に影が落ちているんだなとか、腕の明るい部分にもよく見ると少しだけ影があって、それが腕の凹凸を表しているんだな、なんていう風に今まで見えなかったことに気づけるようになってくるはずなんです。そうです。まさにそれ。その気づきを何個も発見すること。これこそがこの練習法の目的なんです。その気づきを何個得られたかが、この練習の価値を決めます。極端なことを言えば、たとえうまく絵が描けなかったとしても、よーくモチーフを観察し、いくつも発見を増やすことができれば、この練習法の意味があったと言えるんです。そしてこれこそが冒頭にお伝えしたうまく描けない人にとってのメリットです。うまく描かなくても大丈夫。それより何より描くという行為を通して、よりモチーフをしっかりと見て、新たな発見をたくさん増やしてください。もし発見を10個積み重ねることができれば、それはもうね、今までのあなたとは次元が違うほど基礎力が身についた状態になっているはずです。より陰影を強める。さて、大まかな印象が整ったところで、この練習法は終了にすることもできます。この段階ですでに大まかな印象は整っていますから、ここで終わりにしても基礎力は十分ついたと言えると思います。ですが、もう一段階さらに目を鍛えるのであれば、陰影をより強めていって、絵を仕上げていくことも一つの方法だと思います。今回は定山レイヤーを追加して、この絵の上からさらに暗い影、そして固有色を意識した黒を乗せていく手数を入れていきます。暗い部分はより暗く、明るい部分は消しゴムなどで消すなどして、明るい調子を乗せていって、より絵としての存在感をアップしていきます。この段階に入ると基礎というよりかは、より表現の領域に踏み込んだ過程になっていきますが、もしここでも基礎力を伸ばしたいと意識するならば、やはりモチーフを穴が開くくらい見ることです。向かって左側の着物の色は鮮やかだけど、影になっている右側の着物の色は光が当たって明るくなっているところでも少し細部が落ちて鈍い色になっているなとか、刀を握った手のひらの影と光が当たって明るくなっている部分のその境目になっている部分はよーく見てみると、周りよりも一段階濃い肌色になっているな。それを描くと手の立体感が一段階アップしたぞとか、この段階においてもよーくモチーフを観察することによって新たな発見をいくつも増やしていけるはずです。発見を増やせば増やす分だけあなたの絵力は強くなります。そうやってどんどん描いては見て、見まくっていくことで、この練習法はどんどんあなたに力を与えてくれるはずです。めちゃめちゃすごいでしょ？さあ、より全体的に暗い陰影をつけていき、細部を整えていったら、最強の上達法、見たままを絵にするコツ教えます。基礎力アップのための観察練習完了です。さあ、いかがだったでしょうか？こうして改めて見ると、いろいろと反省点が浮かんできますね。ここはもうちょっとこうした方が、実際のモチーフに近かったかもしれないな、という部分もありますが、それはさておき、ここではこんな発見もあった。ここではこんな発見という風に、自分にプラスになった箇所もいくつも生まれたはずです。この練習は、そのプラスの発見をいくつも積み重ねていくような練習なので、うまく描けなかった部分はあまり気にせずに、前向きに捉えることが大事です。たまにはね、こういう練習をしてみるのも楽しいですよね。皆さんもぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
以上が今日僕が伝えたかったことです。また今回は目を鍛えるためのテクニックを重点的にお伝えしましたが、さらに複合的に力をつけていき、キャラクターをうまく描けるようにするトレーニングもおすすめです。こちらの超有料級イラストが3日で上達する方法という動画ですね。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。あなたの画力をぐぐっとアップさせるための手助けになれるはずだと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。